こんばんはのジェラノドロスで申します。9回の猫背を終えたバーチャル猫又です。よろしくお願いします。ではですね、やってまいりました。猫又フリーク。今回ですね、お話しするのは、まずお先にお伝えすると、僕ですね、実は、とある、宗教団体からですね、出禁というかブラックリスト入っておりまして、それのですね、なぜそうなったのかというお話をさせていただきます。いつもはですね、猫又フリークでは怖い話を、怖くないようにお話ししてたり、こういうやばい話をお話しするという、シリーズをやっております。ではですね、まず事の発端なんですけども、僕が、とある宗教勧誘を受けてたんですよ、ずっと。で、なんかもともとはその宗教勧誘が来てたっていうのも、僕はですね、当時ちょっと難しいね、立場におりまして、で、そこで、その人間さん、その勧誘してくる人間さんを通して、社会的活動の復活みたいなのをやろうと、なんかね、そういうボランティアだったんですけど、それも兼ねて、宗教に勧誘するという方だったんですよね。で、もしかしたらね、本当はね、こういうのって宗教、交えちゃいけないとは思ってるんですけれども、僕もですね、信仰を集めてる過程でお話ししようかなって思ってます。はい。ではですね、今僕、登録者数2222に向けて頑張っておりますので、いいね、高評価していただけると、もっとこういうやばい話もしていこうと思っておりますので、はい。では本題です。ことの発端。そういうね、ボランティア活動をされてる方がずっと僕のこと勧誘してて、いろんなお話をしてたんですよ。で、その方自体はもうなんか3世代目みたいな、なんか最初の代がいて、その親御さんも宗教勧誘、宗教の中でお見合いというかそういうのをして結婚されて、で、その方も、その人間様ですね、宗教のなんかもう選ぶしかなくて、でも勧誘もしつつ、もうなんか宗教内で結婚相手がもう見つかってるみたいな。その方が結構若い方で、お相手が本当50代、60代のなんか方だったんですよね。で、僕がずっとおかしくないですかみたいな。だって自分の、もう今やこの世の中、自分の好きな方と結婚したりとかしてる中で、なんかそういう気になる方とかいらっしゃらないんですかって言ってたんですよね。今パンって言って、叩いたんですけど。あの、特にないけど、なんか話をなんかすごい言われてて、みたいな。でも、自分はもうその宗教のために行かなきゃいけないから、そういうのも考えられないし、私にはなんか他の生き方がないんだけど、みたいな話をしつつ、なんか宗教の勧誘をしてくるんですね。何でも勧誘に結びつくんですけど、僕は何度もですね、そういうお話をしてて、いや、それおかしくないですかとか、なんかクリスマス、ごめんね、なんか手ぶつかっちゃった。クリスマスとかも、やっぱりその会員、宗教上ちょっとできないからとか、他の人も同じようにできないんです、みたいな話してて、で、何度もですね、それっておかしくないですかでも、世の中ってこうですよね、つって。ダメな理由って何かあるんですかで、しかも、自分がいろんなその選択肢ある日本の国内で、あえてその、宗教を選ぶ理由って何ですかっていろいろお話ししてた結果、どんどん彼女も、どうなんだろう本当にそうなのかなみたいな感じで、僕もねですね、本当生意気ながら、全然その女性としては、その人間さんとよりもですね、はるかに若かったんですけど、僕は、その人間としてのね、あの側の年齢としては。で、結果、その方がですね、ご家族が急に家に来たんです。いつもはその人間さんが来てくるんですけど、そのご家族が来て、知ってるかと。来たか、今日来たかって言われて、いや、僕知らないですね。最近全然会ってないですし、連絡先も僕はその交換するつもりなかったんですよ。勝手に来るから。いついつ来るね、みたいな。じゃあお話ししましょう、みたいな。で、勧誘して、いや、やっぱダメで帰るみたいな感じだったんですけど、それで、なんか今日来てないっすよ。最近来てないっす。会ってないっす。みたいな感じで言ってたら、なんか僕宛ての手紙とそのご家族宛ての手紙があって、手紙開いたんですよ。そしたら、まず、あなたは大変失礼すぎると。大人に対して、年上に対して敬いというものがないですね。でしかもその言葉を論破していくっていうのもちょっとありえないですという。とても、正直言うと、子供大好きだったんですけど、あなたのせいで子供嫌いになりそうだったですとか、いろいろなんか書かれてて、ただ、やっぱり僕がいろんなですね、そのお話をしていく上で、そうなのかな本当にこれって正しいのかなって思えるようになったから、それだけは感謝してますと。
で、実はその大学の方で、えー、なんだっけな。お付き合いになった方がもう一緒に逃げてくれるということで、もうそのまま、もう逃げちゃいますと。もうなので、家族も捨てるし、学校も捨てるし、何も全て捨てますと。で、そうなったのも、まずあんたのせいですっていうのが綴られてたんですね。で、まあ、僕がそういうことを招いたということで、ご家族からですね、ひどく、こう、まあ、当てられてたんですけど、実はその妹さんがいて、妹さんは彼氏がいたらしいんです。その、長子、長男、長女は必ずその教会内で結婚しなきゃいけない。その次女とかは全然自由にしていいですっていう感じだったらしいんですけど、その長女がダメだったんで、その結婚をですね、次女がやらなきゃいけないということで、かなり責められまして、で、ご家族にもかなり責められて、結果、まあ、その宗教からですね、出禁を、まあ、ブラックリスト入れられるという形だったんですけど、まあ、正直僕としては、まあ、彼女がですね、自分の道を選べられたっていうのが良かったのかなって、全然僕のせいじゃないかなって、今でも僕は思ってます。いや、皆さんもどうですかね、もし、その、なんだろうね、そのご家族がさ、もうこうしなきゃいけないって言ってて、で、そうしなきゃいけないんだけど、結果、ね、別な道を選んでしまったってなったらね、自分はどう思いますかね。僕はね、いい、むしろなんかもう本人がね、そういう新たな道に行ったってことは別にいいんじゃないですかねって思ったりするんですけど。まあそういったね、ことも昔あらかしました。はい。これもですね、猫又フリークではこのようにちょっとやばい話とか、桁が外れてる話とか、あとはまあ怖い話をね、まったりのんびりお話ししたりすることもありますので、はい。よろしくお願いします。ではぜひ高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、じゃーん。できん猫ってやばくね？